はい、こんにちは。今回なんですけれども、こちら AG のピタですね。こちらをご紹介していきたいと思います。AG というブランドですね。ご存知ない方もいらっしゃるかもしれないので、簡単にご紹介しておくと、日本のオーディオブランドのファイナルが手掛けているサブブランドというかですね、別のブランドで、安価ながら高品質な製品をですね、手掛けているブランドとなります。そのファイナルとの違いなんですけども、ファイナルはですね、正統派なオーディオブランドという感じで、音質をですね、とにかく重視したモデルがですね、たくさんあって、コアなファンも多いブランドで、とてもですね、人気があるんですけども、AG はどちらかというと、ちょっとですね、エッジの効いたというか、コンセプトがある製品をですね、結構作っていたりします。例えば、このチャンネルでもご紹介した、この小粒というイヤホンですね。とにかく小さいことを売りとしたモデルだったりとか、こちらの小粒 4ASMR というですね、ASMR を聞くのに最適化したモデルが発売されていたり、それからこちらの TWS04K なんかですと、イヤホンケースのバッテリー容量がとても大きくて、モバイルバッテリーとしても使えるモデルが発売されていたりなんかして、コンセプトがあるようなイヤホンを結構作っていたりします。で、今回のこのピタというですね、製品はと言いますと、ピタという名前の通り、耳にですね、ピタッとですね、装着できて、寝本としてもですね、使用できるというコンセプトで作られたイヤホンになっています。イヤホンがですね、とても小さいと言ってもなかなかですね、寝本として使える、寝転がって耳をですね、下に向けたりなんかしても痛くなく使えるイヤホンってあまりないと思うんですけども、それのですね、貴重な選択肢の一つになるイヤホンとなっています。今回はですね、そんな AG ピタをレビューしていきたいと思いますので、ぜひ最後までお付き合いください。このチャンネルでは完全ワイヤレスイヤホンのレビューや比較動画を中心にアップしていますので、まだチャンネル登録されていない方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。励みになります。それでは行ってみましょう。はい。ということで AG ピタのスペックや価格からご紹介していきたいと思います。こちらの AG ピタは音楽をですね、シンプルに聴くイヤホンとなっていまして、ノイキャンや外音取り込み、ワイヤレス充電には未対応のモデルとなっています。片耳のイヤホンのみでの使用は可能で、片耳で使用した時はモノラル再生になります。マルチポイント接続も未対応ですね。Bluetooth のバージョンは最新の 5.3。対応コーデックは SBC-AAC となっています。ドライバーはですね、ちょっと記載がありませんでしたのでわからないんですけども、多分ダイナミックドライバーが1機搭載されていると思います。充電時間なんですけども、イヤホン本体が約 1.5 時間、イヤホンケースも約 1.5 時間となります。バッテリー持続時間なんですけども、イヤホン本体で最大5時間、イヤホンケース併用で最大30時間となっています。サイズはですね、このようになっていまして、イヤホン本体の厚みが 12.5mm ということで、こちらですね、かなりやっぱり薄いかなと思います。日本としてですね、使えると歌っているだけあってかなりですね、薄くて、他のイヤホンに比べると 4mm からですね、5mm 以上ですね、薄くなっています。カラーなんですけども、ブラック、クリーム、スカイという3色展開となっていますね。重量なんですけども、このようになっていまして、ケースプラスイヤホンもイヤホン両耳もとても軽くてですね、ずっとつけていられるような重量になっています。イヤホン防水規格は IPX5、充電ポートは USB-C です。保証期間は1年間となっています。その他としましては、先ほどからですね、ご紹介している日本としても使用可能な装着感やアジャストフィット機構というのを採用されていまして、イヤホンの向きをですね、縦にしたり横にしたりと、どちらでも付けられるようなコンパクトさになっています。価格なんですけども、現在6980円となってますね。はい、それでは外観やデザインについて見ていくんですけども、外観はですね、こんな感じになってまして、今回はクリームという色を購入してみました。AG のロゴもですね、結構可愛らしいロゴなんですけども、イヤホンケースもですね、かなり可愛らしいコロッとしたデザインになっています。サイズとしましては、同じくですね、AG の小粒に比べると若干ですね、ケースとしてはサイズが大きいかなっていう感じはしますけども、小粒がですね、めちゃくちゃ小さいだけで、板もですね、ケースはそんなに大きいわけじゃないんですよね。手のひらの上に置いてもこれぐらいのサイズですし、ポケットなんかにも十分入るサイズになっています。そして表面なんですけども、ちょっとですね、分かりづらいと思うんですけども、粉雪塗装となっていて、手の指紋なんかもつきにくい仕様になっています。ただですね、AG の小粒をですね、結構使っていて、こんな感じですね、汚れが目立ってしまったので、もしかするとこのピタもですね、同じくスカイという青いような色ですと、汚れが目立ってしまうかもしれないので、そういうのを懸念する方はブラックなんかを買っていただいた方が安心できるかなと思います。そして裏に行きますと、こちら USB-C のポートがついていますね。前面にはこちらにインジケーターがついています。イヤホンケースやイヤホン本体のマグネットの強さもチェックしていきたいと思います。やってみると、全然ですね、外れるような気配がなくて、しっかりとですね、ここのマグネットは強力ですので、カバンの中に入れといたりなんかしても、イヤホンがバラバラに散らばってしまうみたいなことはないと思います。イヤホン本体のマグネットは、こ
こちらもですね、全然外れるような感じがしないので、こちらはですね、とてもいいポイントかなと思いますね。イヤホン取り出してみるとこんな感じになっていて、かなりコンパクトになっています。小粒と比べてみても、ほとんど同じぐらいのサイズですかね。正面から見る限りは同じぐらいのサイズになっているかなと思います。特筆すべきなのがこのですね、薄さですよね。小粒もですね、かなり薄いんですけども、それよりも薄いですね、イヤホンになっていて、根本として使えるというのを謳ってるだけあって、これぐらいですね、薄さがあります。小粒と比べるとこのノズルのですね、角度なんかも違うのがわかるかなと思いますね。こっちがついてるんですけども、こちらがインジケーターになっていて、ここはですね、タッチセンサーになっています。ちょっとボタンっぽくて押せそうな雰囲気もありますけども、タッチセンサー式のイヤホンになってますね。裏に行くとこんな感じで、左右の LR の表記がありますけども、こちらは印刷じゃなくて彫られているので、ここがですね、剥がれちゃうということもないかなと思います。イヤーピースを外してみるとこんな感じで、ノズルの先端は通常の円形ですので、サードパーティー製のイヤーピースにも付け替えられることができますけども、このですね、付属のタイプ E というイヤーピースは別売りで売っていても人気のモデルですので、そんなにですね、取り替える必要もないのかなと思います。こんな感じでですね、やっぱりここの薄さがですね、他のイヤホンとは一線を画すような薄さになっていて、これがですね、ピタの特徴かなと思いますね。はい、そうしましたら付属品についてなんですけども、付属品はですね、こんな感じになってまして、ご使用の前にという書類が入っているのと、説明書も入っています。こちらは日本のオーディオメーカーですね、しっかりとですね、日本語で書かれていて、初めて完全ワイヤレスイヤホンで使うっていう方でも安心して使えるかなと思います。操作方法からメンテナンス方法までですね、しっかりと書かれていますね。でこちらがイヤーピースの説明書となっています。こちらですね、USB-A と USB-C のケーブルが入っているのと、イヤーピースがですね、これだけいっぱい入っています。ファイナルの完全ワイヤレスイヤホン用のタイプ E というですね、イヤーピースになっていて、サイズがですね、交換用に4サイズ入っているのと、1つはもともとイヤホンについているので、合計ですね、5サイズついているということで、この価格でですね、しっかりと5サイズイヤーピースがついているっていうのはとてもいいポイントかなと思います。こういう部分でですね、コストカットする部分もあると思うんですけども、しっかりとですね、いろんなサイズがついているので、ご自身に合うサイズのイヤーピースが見つかるんじゃないかなと思います。はい、続きまして装着感についてなんですけども、装着感はですね、さすがですね、ピタという名前だけあって、めちゃくちゃですね、ピタッとですね、フィットするような形になっていて、結構ノズルの部分が長めなので、耳の奥の方までしっかりとですね、装着されるような感じになります。ですので、あんまりですね、耳の奥の方までノズルが入っていくのが嫌だって方は、ちょっと苦手かもしれないですけども、しっかりと耳にフィットさせたいっていう方にはとてもいいイヤホンかなと思いますね。ただ耳の奥の方までですね、入っていくと言っても全然嫌な感じとかはなくて、長時間つけていても嫌になるような感じはしませんし、勉強中とかですね、作業中なんかに使うっていうのもいいかなと思いました。もちろんですね、しっかりフィットされますので、運動なんかにも十分使える装着感になっています。装着したところ写真で見るとこんな感じに見えますね。私の場合こんな感じで斜めにですね、つけるのがちょうどいい感じだったんですけども、イヤホン自体が小さいので、ここ縦にですね、ぐるっと回したり、真横にしたりしてもですね、使えるということを謳われてまして、耳の大きさによっては回してみて、しっかりとですね、フィットしているところを探してもらうのがいいかなと思います。イヤホン自体もですね、とても小さいので、こうつけていてもですね、この辺ですね、下の方なんかもかなりスペース空いてますし、上もですね、かなり空いていて、耳が小さい方でもつけやすいかなと思います。ただそれでですね、小さすぎてグラグラと揺れてしまうってこともなく、耳の後ろの方ではしっかりとですね、フィットしていまして、安定感なんかはかなりあるかなと思います。前から見てみるとこんな感じで、寝そべりながらですね、使えると歌っているだけあって、ほとんど耳からはみ出てないのがわかるかなと思います。少しだけ見えますけども、前から見ても全然違和感もないですし、かなりですね、いいかなと思いますね。耳栓をしているような感じに見えるんじゃないかなと思います。で、肝心のですね、寝本として使った時ですね、寝転びながら使った時にどうなんだっていう話なんですけども、まずこういうですね、机みたいな硬いところで顔をですね、横にして、イヤホン側を下にした時はさすがにですねちょっと圧迫感があるというか、先ほどですね写真で見ていただいた通り完全に耳の中にですね収まっているわけではないので、私の場合は硬いものの上だとちょっとですね辛いなという感じがしました。顔の側面が机に当たるより先にイヤホンが先に当たっちゃってかなり圧迫感もあるし、若干ですね痛いなという感じがあるので、硬いところだと厳しいなという感じです。枕の上とか、ベッドそのものにですね顔を横にして乗せた時なんかですと若干の圧迫感はあるものの
も十分ですね、そのまま YouTube なんか見ていても嫌な感じはしませんし、十分ですね、過ごせるなという感じがしました。その格好のままですね、1時間とか2時間とかだと圧迫感がですね、ずっとですね、続いちゃうかなという感じはするんですけども、YouTube の動画ですね、1本2本分見るとか、寝返り打つとかだったら全然ですね、耳が痛いってこともありませんし、そういう使い方は十分できるかなという装着感になっています。こんな感じでしっかりとですね、フィットされますし、寝返りなんかも打てる装着感になっていて、しっかりとですね、寝本としても使えるんじゃないかなと思いました。続きまして音質についてなんですけども、ファイナルや AG の製品って綺麗な音を聞かせてくれまして、高音域とか低音域をチューニングしてイコライザーがですねめちゃくちゃ効いたような音にするってことはなくて、原曲にですね近いような音を聞かせてくれます。どちらかといえば今回のピダに関しては高音域とか中音域ですね、ボーカルの音だったりとか、それよりも高い音なんかがかなりですねはっきりとですね聞こえるなという印象を受けました。低音域もボワッとしたですね音ではなくてキレがある音を聞かせてくれるんですけども、それよりも中高音域がとても綺麗で、さすがですねファイナルが監修している音だなという感じがしました。音盤の広さなんかもちょっと耳の周りでですねふわっと広がるような感じがして、 ZE3000 とかですね、その辺みたいなとても広いっていう感じはないんですけども、ちょっとですね広がりがあるような音で気持ちがいい音を聞かせてくれます。イコライザーなんかで音を変更するっていうことはできないんですけども、これでですね十分気持ちがいい音を聞かせてくれますし、寝本としてですね使っていた時にやっぱりですね耳の方からですね圧迫される感じはあるので、そういう時に低音が強すぎて、他のですね音が聞こえづらいとか、低音が強くなりすぎちゃうってこともないですね。音に調整されてるんじゃないかなと感じましたね。低音の重厚感なんかがありすぎる音ですと、作業しながら聴いていたりなんかするとちょっとですね気が散っちゃったりとか、そういうこともあるかなと思うんですけども、このイヤホンはそんなこともないので、何か作業中にですね BGM として音楽をですね聴いていたいという方にもとてもですねいいんじゃないかなと思いますので、何かをしながら音楽を聴きたいけどあんまりですね低音強いのを好きじゃないとか、低音が強すぎると気になっちゃうという方にもとてもいいイヤホンになってるかなと思います。続きまして操作感についてなんですけども、操作はですね先ほどご紹介した通り、こちらはタッチセンサー式になっていて、この真ん中をタッチすることで操作ができます。でこの操作ですね、このイヤホンはノイキャンや外音取り込みがついていないので、再生一時停止、音量の上げ下げ、次の曲前の曲、これはですね全て行うことができるのはとてもいい部分です。さらにですね一点ですねとてもいいなと思った部分が、タッチした時の操作音ですね。こちらが今までの AG やファイナルの製品よりもですねかなり改善されていて、気持ちがいいなと思いました。これまでの AG やファイナルの製品ってタッチした時の操作音がピッてですねかなり高い音が鳴って、その音がですね結構耳に刺さるというか、ちょっとですねうるさいなって思っていたんですけども、それがですねこのピタは音がですねかなり変わっていて、ちょっと低めのですねプッて音になっていて、かなりですね操作した時に不快じゃないというか安心できるようなですね音になっていて、これとても良かったかなと思います。で操作した時のレスポンスなんかもですねめちゃくちゃ速いってわけではないんですけども、ストレスが溜まるってほど遅いわけでもなく、十分快適に操作もできます。でタッチセンサーもですね十分大きいので、操作ミスもですね少なくて快適なですね操作感になったなと感じています。そうしましたらレビューの最後としまして、通話品質についてなんですけども、通話品質はこれまで通り Zoom で録音した音声がありますのでお聞きください。はい、こんにちは。こちらは AG ピタとスマホを接続し、PC と Zoom でつないで音声を収録しております。PC 側で音声を収録しておりますので、オンラインミーティングを行うと、このような感じで相手に音声が届くことになります。はい、いかがでしたでしょうか。通話品質はですね、やっぱり耳のですね、中に結構イヤホンが隠れちゃっているせいか、悪いってこともないんですけど、めちゃくちゃいいというですね、通話品質ではなかったかなとは思います。友達と会話するには十分なですね、音質しているかなと思うんですけども、ビジネスなんかの会話ですと、ちょっとですね、心もとないかなという感じの通話品質になっているかなと感じましたね。はい、ということでここまで AG ピタのレビューを行ってきたんですけども、ここからは気になった部分についてもご紹介していきたいと思います。気になった部分ですね、かなり少なくて細かい部分ではあるんですけども、2つだけですね、ご紹介していきます。まずはこちらですね、イヤホンケースが傾けただけでですね、パタンと閉じちゃうっていう部分ですね。これはですね、AG とかファイナルの製品ってみんなこうなってるんですけども、イヤホン開けるとこでここでですね、カチッと止まったりしないので、どうしてもですね、指で押さえとかないとパタンとですね、閉じちゃうという部分になっています。これはですね、どちらかといえば、安全方向に動作するというか、開けるよりも閉める方が簡単に閉まるということで、開けたままですね、ここでずっとカチッとですね、止まってしまうとイヤホンがですね、ポロッと落ちちゃう心配もあると思うので、閉まりやすくて、ちょっと開けづらい構造になっていると思うんですけども、個人的にはですね、ここで止まってくれると嬉しいかなと思うんですよね。もう一つのですね、気になった部分ですね、こちらもイヤホンケース周りなんですけども、今お伝えしたのとですね、似たような部分になりますが、開けるときは、ここのマグネットはですね、
しっかりと止まっていて優秀ではあるんですけども、ちょっとですね開けづらいかなと思いました。小粒なんかですと片手でですねパカッと開けられてですね、これ簡単でとてもいいなと思うんですけども、こちらはですね上と下の面がちょっと小さいっていうのもあったりとかして、片手でですね開けるのはちょっと難しいかなって感じですね。一応開けれなくはないけども、ちょっと開けづらいので、やっぱ両手でですね開けることになると思います。これもですね先ほどと同様にしっかりとですね閉まっているっていう部分で外れてどっか行っちゃうってことはないようにするがゆえのものだと思いますので、これもですね完全に悪い部分とは言えないんですけども、片手だとちょっと開けづらいなっていうのはありましたね。こんな感じで、この AG ピタに関してはめちゃくちゃ気になった部分っていうのは、少なくてですね、完成度もですね、高くてしっかりとですね、作り込まれていて、使っていてですね、不満になる点っていうのはあんまりですね、ないイヤホンに仕上がってるなと感じましたね。はい、ということで今回は AG のピタのレビューを行ってきました。やっぱりですね、日本のオーディオブランドのですね、ハイにある監修の AG ということもあって、音質なんかもですね、めちゃくちゃ綺麗で、ずっとですね、聴いていられる音質に仕上がっていますし、日本としてですね、イヤホンを使いたいっていう方、結構 YouTube のコメント欄なんかを見るといらっしゃるんですけども、あんまり日本として使えるイヤホンってなかったんですが、それがですね、日本のオーディオメーカーからちゃんとですね、出てきたということで、これかなりですね、貴重な選択肢になるんじゃないかなと思います。ただ寝そべって使えるとですね、公式が歌ってはいるんですけども、こういう硬い面だとちょっと厳しいなと思いましたので、そういうところで寝転んで使うっていうよりかは、布団とかですね、ベッドで寝転びながら使うっていう方がほとんどだと思うので、そんなにですね、デメリットではないかなと思うんですが、その点はですね、注意していただければと思います。この AG のピタはですね、ノイキャンや外音取り込みとかですね、その辺の最近の機能がついていなかったりとか、アプリでのカスタマイズなんかはできないんですけども、そういうのはいいから単純にですね、音質をですね、しっかりと担保されていて、製品のクオリティが高くて、寝本として使えればいいっていう方、かなり向いているかなと思います。それからですね、ご紹介してなかったんですけども、AG のですね、保証もですね、しっかりとですね、1年間ありまして、その保証のですね、対応なんかもかなり良かったんですよね。実は私、この AG の小粒ですね、購入してから少し経って、なんかうまくですね、接続できないっていうことがあって、サポートの方に連絡したらですね、すぐですね、新品のものを送っていただきまして、その後ですね、こちらを返送したという形になっていて、そのですね、対応なんかもめちゃくちゃ早かったですし、サポートセンターのですね、対応なんかもとても良かったので、その保証期間なんかもしっかりしているという部分は、日本のメーカーなだけあってですね、とてもいい部分かなと思いましたので、その辺もですね、しっかりしたいという方にもおすすめかなと思います。概要欄にリンクを貼っておきますので、気になる方はチェックしてみてください。はい、ということで今回の動画はここまでとなります。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったなと思ったら、グッドボタンやチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。このチャンネルでは完全マネスイヤホンのレビューや比較動画を中心にアップしていますので、気になった方はこれからもチェックしていただけるととても嬉しいです。それから私は Twitter もやってまして、チャンネルのですね、更新情報だったりとかを上げていますので、そちらもですね、フォローしていただけるととても嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。